ロシア政府は今日も間違った発表を行っています。事態は全てコントロールできると言い放っていますが、現実にはありとあらゆるところでウクライナ軍の反撃による影響を受けています。ロシア国内における燃料危機はさらに深刻化し、産油国であるにもかかわらず、どんどんと輸入量を増やさなければならない完全な逆転現象が起こっています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦争の長期化に伴って変わってきたことがあります。それがウクライナ軍の反撃能力の進化です。従来ウクライナに支援する国々は、まずはウクライナという国が完全に負けてしまわないようにと、抵抗する力を支援してきました。一方でウクライナはそうした守り続ける力を援助されつつも、反撃する能力については自国の兵器開発を進めてきました。どこの国もロシアに直接攻撃する兵器についてはなかなか供給してくれなかったからです。長い戦いの中においてウクライナ軍の反撃能力は確実に向上し、戦争全体の行方もかなり左右しそうです。というわけで今回の動画では、現在進行中のクリミア孤立化作戦とともに、ロシアの目がそうしてクリミア半島に釘付けになっている間に、新たな攻撃も行ったことについて取り上げていきます。そして、ウクライナ軍の反撃によって生じた燃料危機は、産油国ロシアを逆輸入国へと転落させる事態へと発展させています。まず最初に取り上げるのは、現在進行中のクリミア孤立化作戦について、これまでウクライナ軍は丁寧にクリミア半島に配置されていたロシア軍の防空部隊を攻撃し続けてきました。ウクライナ当局が発表するところによると、クリミア半島に配備されていた防空兵器180以上を撃破し、いよいよクリミア半島の防空体制に穴が開いてきました。そこに大きな攻撃を繰り返すことによって新たな問題が発生しています。それが停電の発生に伴って防空部隊のレーダー部隊が電力不足に陥っているという問題です。ロシア政府は燃料危機の最中にあっても、軍と政府当局に対する燃料供給だけは、これは絶対に絶やしてはならないとしています。ただし、移動型の対空兵器の場合だと、非常に大きなユニットが必要で、それらの電力供給には非常に多くの燃料が必要です。そのため、固定装置のように、施設の電源とつなげることもあります。ところが、クリミア半島全域で今停電が様々なところで起こっています。それというのも、ウクライナ軍がクリミア半島各地の発電所、変電所、そしてガスの貯蔵タンクに対する攻撃を行っているからです。発電所そのものに対する攻撃は停電へとつながることは誰にでもわかるものです。変電所も同じでしょう。問題なのは3つ目のガスの貯蔵施設で、ロシアではガス火力発電所などもあり、燃料不足とともにガスも不足すれば、同様にして発電施設はあっても使えないというような状態へと陥ることとなります。これらによって軍施設などでも施設独自の自家発電をしなければならなくなり、燃料の供給不足に拍車をかけることとなっています。こうした防空能力の低下に伴ってさらに戦火が拡大しています。クリミア半島に配備されていた対空兵器類がさらに脆弱となり、非常に高額な対空兵器である S402 機を破壊することに成功。また、配備されていたロシア軍の偵察用の大型ドローンについても空港で破壊することにも成功しました。こうした大型のドローンは製作に非常に時間もかかるものであり、ロシア軍にとってもどんどんと代替ができるわけではありません。小型のドローンの場合だと非常にたくさん作ることができるのですが、偵察用の大型のドローンはちょっと使用している部品類なども違うことから、そんなにすぐに大量生産できるものではありません。そして、ウクライナ軍の攻撃、特に前線から離れた場所におけるロシア軍の補給網への攻撃は非常に頻繁な攻撃となっています。ロシア国防省はこうした燃料輸送トラックなどには防空部隊をつけると宣伝していますが、今のところほとんど効果はありません。割り当てる部隊の数があまりにも少なく、ほとんどのトラックが無防備な状態です。そしてウクライナ軍のドローンを迎撃するための専用ドローンについても生産数が足りていません。ロシア軍は攻撃用のドローンについては量産体制をかなり整えているのですが、守りに関しては明らかに出遅れています。これはロシア軍内部において攻めと守りでどっちが評価されるかといえば、基本的には攻めの方が圧倒的に評価が高くなるという事情があります。従来前線の司令官もそうですし、
より上級の司令官などについても同様にプーチン大統領から問われるのは、早くどこどこを落とせというような、より侵略を進めたことに対する要求であり、しっかりと守れというような話は二の次となっているからです。そのことを表しているのが人海戦術の多様でしょう。多くの兵士が亡くなっても構わないという姿勢は、どんなに犠牲を払ってもとにかく前へ進めという優先順位が示されているからです。一方、各地で発生している燃料不足については、さらに悪化しています。このチャンネルでもこの状況については、刻々と皆さんにお伝えしていますが、従来よりもさらに悪化していることをお伝えします。つい先日解説した時においては、ロシアの52もしくは53地域において販売規制が始まっているという話をしましたが、今日のウクライナのキーウポストの記事では、ロシア国内における販売規制地区は60を超えたというような報道となっていました。このような状況に陥っている理由というのは非常に明確です。それは生産量が絶対的に足りないからです。例年におけるロシアの燃料消費量は1日あたり11万トン。これに対して現在のロシアの生産能力は8万5000トンにとどまっています。ですから毎日のように必ず足りない状況が生まれています。産油国ロシアにおいてなぜ足りないようになっているかといえば、それは当然のようにウクライナ軍の攻撃によって精製施設が打撃を受け、生産が止まっているところがたくさん出ているからです。さらには定期メンテナンスを行わなければならないところが他のところが止まっているので、メンテナンスを先送りにしなければならない。メンテナンスが予定通りできないということは、それによって故障率の発生率も高まるし、規定品質のクリアといったものもだんだんと怪しくなっていくという事情があります。ところが現在のロシア政府当局は、燃料危機というのはあくまでも一時的なものであり、燃料不足が発生しているなんていう話はウクライナ側が発しているプロパガンダであり、こうした話を真に受けてはならない。ガソリンスタンドで燃料販売規制が行われているのは、これは政府のコントロールできる事態であり、みんなが勝手に不安に思って、みんなが勝手にガソリンスタンドに詰めかけているパニック買いが問題の根源であると国民のせいだとしています。しかし先ほども述べたように供給量が絶対的に足りないわけですから、これはみんながパニックで買いに走ったから足りないのではなく、そもそも供給量が足りないのが原因です。さて、そこでロシア政府当局が行おうとしているのが、燃料の輸入国大国になろうという作戦です。そもそも自国で大量に原油が取れるにもかかわらず、自国の燃料が全然足りなくなるというのも変な話ですが、なりふり構ってはいられません。そこで外交交渉を行ったのがインドです。ロシア政府当局は、現在の国内における燃料不足を解消するために、インドからの大規模な輸入といったものを決めたと報道されています。この報道については私の以前の解説は誤りでした。というのも、ロシア政府当局が海外からの燃料輸入を進めようとしていることに関しては、私は中国からの輸入を増大させるのではないかという話をしていたからです。ロシアは中国に対して大量の原油を売っている関係で、その見返りとしての生成済みのものを返してもらおうという、いわば交易を行うのではないかと考えていたからです。しかし実際にはインドが対象でした。ただし構図それ自体は変わりません。中国とインドはどちらも国際的な制裁下にあるロシアから非常に大量の石油を買っています。ただしそこには条件があります。それは国際市場価格よりもより安い値段であれば買いますという話です。中国やインドはそうした制裁下にあるロシアから買い叩くことによって安い燃料を手に入れて、そして自国経済の発展に貢献させようとしているわけです。ですから今回ロシアは産油国でありながら買い叩かれた上で、その輸出先の国からさらに生成済みの燃料を高く買わなければならないという無茶苦茶な貿易をしなくちゃならなくなるわけです。これぞまさにウクライナ軍の反撃によるロシアの大打撃の構図というわけです。原油が取れてもそれを生成する能力が国内ではウクライナ軍の攻撃を受けてダメになってしまった。生産能力については 25% 程度が打撃を受けているという話をこれまで私は解説してきました。しかし今日の解説記事を見ると、ロシアにおける生産能力の減退は 30% 程度まで悪化しているという記事となっていました。見れば見るほど毎回のように数字が悪化しているのが今のロシアの現状です。そしてウクライナ軍はこうした石油関連施設への攻撃だけではなく、ロシアの天然ガス産業に対する攻撃も実施しました。それが
ウクライナの国境から 1500km 離れたオレンブルクというところにあるロシア最大級の天然ガス処理施設です。石油関連施設に対する攻撃に続いての天然ガス施設に対する攻撃、これにはちょっと違う事情もあるようです。ウクライナ側の報道記事などを見ると、天然ガス施設に対する攻撃は軍需産業への打撃にも直接的につながると解説されていました。それは天然ガスを処理するときに出てくるヘリウムとイオンとエタンというこの3つの物質がそれぞれ軍需物質に使われるからです。この中でも特に高性能部品の製造に関わるヘリウムについては世界的に見てもそれほど大量に出回っているものではありませんから、ロシア国内の供給が断たれるということは、これもまた非常に大きなダメージとなります。また、量という意味では世界中にあるのですが、やはり自国産のものに関わるという意味では、硫黄も大事でしょう。硫黄は基本的には爆薬を製造するための原料の一つであり、大量に生産する能力を失われてしまうと、これもまたやはりロシア軍にとってはダメージとなります。オレンブルクのガス処理施設の周りには、写真を見る限りはそんなに住宅がなかったということもあり、住民が撮影している映像などもちょっと少なめでした。ただ、遠くから見る分においても、施設から黒煙が上がっている様子はわかることから、それなりの打撃を与えることができたでしょう。最後に、こうした様々な攻撃の結果として、今、静かに進行している危機というものがあります。それが財政危機です。単純にプーチン大統領はどんどんと侵略すればいいというような、かなり偏った考え方をしていますから、ロシアの財務省などには、もっともっと軍事支出を増やせと要求し続けています。これに対して財務省や中央銀行は、これ以上の軍事支出はロシア経済にかなりの問題を発生させるとして抵抗しているわけですが、基本的に独裁者の言う通りにはしなければなりません。そのため、軍事支出は伸び続ける。一方において民間経済はどんどんとダメージを受けるし、さらには収入の柱である天然ガスや石油関連施設が次々とダメージを受けることによるマイナスといったものも発生しています。つまり、収入はどんどん減るんだけれども、支出ばかりが増え続けるという、非常に歪な形となっています。当然お金というものは限界があるわけですし、お金がなければすればいいじゃないかというような話をすると、当然そのようなことをし続ければ、お金の価値そのものが希薄化してしまいます。ハイパーインフレといったものはまだ先の話ではあるものの、すでにインフレというものについては、人々の生活にかなりの圧迫をもたらしています。ロシア政府当局は事態はコントロールできると、自信満々に言っていますが、現状ウクライナ軍の攻撃はさらに増加することがほぼ確実と考えられており、ロシア政府のこうした嘘がいつまでまかり通るかは、これからも観察していきましょう。あなたはロシアの継戦能力が一体いつまで続くと考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは地上波のニュース報道では取り上げないような戦争の実態について細かく解説を行っています。一つ一つの出来事は決して戦争全体の流れを大きく変えるようなとてつもない巨大な出来事ではありません。しかし日々起こっている一つ一つの出来事が全体に少しずつ影響を与えていくものです。こうした事態の変化について知りたい方は、ぜひともこのチャンネルを登録し、他の方にも推薦してくれると嬉しいです。そしてこのチャンネルの運営に強力なバックアップをしてくれるという方は、ぜひともメンバーシップへの加入をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。